こんにちは。今回は SD ワールドヒーローズドミナントスペリオルダークネスドラゴンの上半身を改造していきたいと思います。まずは肩の跡はめ加工を行います。はじめに肩のドラゴンについている角のパーツの王子ジョイントを C 字に加工します。ニッパーでジョイントを切り取り、後からはめる際に干渉している部分をリューターを使用して削り取ります。リューターを使用して荒れたパーツ表面をヤスリできれいにしていきます。ヤスリでパーツをきれいにしたら角のパーツの改造は終わりになります。改造したパーツが後からはまるかしっかりとチェックします。パーツがうまくはまらない場合はヤスリを使ってもう少し削り込みます。続いて腕部を取り付けるための後はめ加工を行います。肩の内側についている O ジョイントを先ほどと同じように C 字に加工します。ニッパーで切れ込みを入れた部分を彫刻刀を使用して取り除きます。この作業を反対側のパーツにも行います。肩部分に後からパーツがはまるようになったらこの改造作業は終了です。肩の合わせ目消しを行います。合わせ目消しにはクレオスの流し込み接着剤を使用しました。接着剤を合わせ目部分にたっぷり流し込み、40秒ほどプラスチックが溶けるのを待った後にパーツを思いっきり貼り合わせます。この時に合わせ目部分から溶けたプラスチックがはみ出てきたら作業は成功です。続いて肩のシャープ化を行います。ドラゴンの顎の先端に 1mm のプラ板を2枚貼りました。プラ板の貼り付けには瞬間接着剤を使用しました。瞬間接着剤が乾燥したらニッパーで余分なプラ板を切り取ります。ある程度プラ板を切り落としたらヤスリを使用してプラ板を尖らせていきます。根元から先端に向かってヤスリを動かすとプラ板がどんどん鋭くなっていきます。続いてドラゴンのたてがみを加工します。この部分はプラ板を貼り付ける改造が少し大変なのでデザインナイフを使用してパーツの先端を削り込んでいきます。ある程度デザインナイフで削ったら仕上げに紙ヤスリを使用してパーツを整えます。これでドラゴンのたてがみが鋭くなりました。後はめ加工を行った角にもプラ板を貼り付け尖らせたら肩の改造は終わりになります。続いて腕の改造を行います。まずは腕にある肉抜き穴を処理していきます。適当に切り出したアルミホイルを肉抜き穴に詰めます。アルミホイルをはじめに詰めることで後から使用するパテの量を節約することができます。エポキシパテを肉抜き穴に詰めていきます。この作業では朝食スティックのような道具があるとかなり作業がはかどると思います。エポキシパテが乾燥したら腕の合わせ目を消していきます。合わせ目を消す工程は先ほどと同じになります。腕のパーツは透明で作業状況が確認しづらいため作業前にサーフェーサーを吹いておきました。流し込み接着剤が乾燥したら削りの作業を行います。まずはデザインナイフでエポキシパテを大まかに削ります。続いてヤスリを使用してパテをパーツの形に成形していきます。パテとパーツの境目がつらい位置になったら肉抜き穴の処理は終わりです。ヤスリを使用して合わせ目からはみ出たプラスチックを削ります。
合わせ目部分をきれいに処理できたら腕部の改造は終了になります。最後にアンテナの改造を行います。はじめにアンテナの先端をヤスリで削り、若干丸まっているところを平らにします。アンテナの先端が平らになったらプラ板を貼り付けていきます。今回は最大で6枚のプラ板をアンテナに貼り付けました。こちらがプラ板を貼り付けたアンテナになります。接着剤が乾燥したらニッパーである程度プラ板をカットします。この作業時に貼り付けたプラ板が取れる恐れがあります。もしプラ板が取れてしまったら、金属の芯などを入れ補強してからプラ板を貼り直しましょう。プラ板をある程度カットできたら、ヤスリを使用してアンテナの形を整えていきます。この作業はかなり時間がかかるので、焦らずゆっくり確実に作業しましょう。焦って力を込めると先端が折れて、また初めからやり直す羽目になります。目の粗いヤスリである程度成形できたら、目の細かいヤスリに持ち替え、先端を尖らせる作業に移ります。最後に紙ヤスリを使用して細かい調整を行います。紙ヤスリでの調整が終了したら、上半身の改造作業は全て終わりになります。それでは今回はここまで。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回以降もダークネスドラゴンの作業動画を投稿していくので、チャンネル登録をして続きの動画をお待ちいただけると幸いです。では、さようなら。Are you listening?